ディエゴ電機。どうも、ディエゴ電機です。最近 PS5 の販売予約が始まり、世間を賑わせておりますが、皆さんはこちら PS2 をご存知でしょうか？ 2000 年3月4日に発売が開始され、2020年現在、ゲーム機史上最も売れたゲーム機らしいですよ。ウィキペディアに載っていました。初めて家に PS2 が来たのは自分が中学生の時でした。初代プレイステーションから比べるとごつくなり黒光りする機体にウキウキしたものです。そんな20年ほど家に眠っていて、たまに遊んでいたこの PS2 ですが、ついにお亡くなりになられました。イジェクトボタンを押してもディスクトレイは出てこないし、なんとか出てきてディスクを入れたとしても読み込まないことがあります。もうゲーム機としてはほぼダメなんですが、長年使っていた思い入れもあります。そんな PS2 をただただ捨ててしまうのはもったいない。そんな思いで今回はこの PS2 を魔改造してパソコンにしてしまおうという企画です。よくよく PS2 自体を見ると年季やべえなというのと同時にいろんな機能が備わっていることがわかりますね。使ったことのない USB、そして隣にあるのは IEEE1394 端子と呼ばれるものらしく、同じく使ったことはありません。背面を見てみると PC カードと書かれたよくわからない差し込み口。この緑色のテープは買った当初から貼り付けてありました。ほとんどの方がこんな機能を使わずにゲームをしていたのではないでしょうか。では早速中身をぶち抜いていきます。PS2 を裏返すと合計で10箇所のネジ穴があります。カバーみたいなのをマイナスドライバーで外して、プラスドライバーでネジを取っていきます。開いてみるとこんな感じ。いろいろなところにネジがありますが、全部いらないのでどんどん外していきます。基板が見えてきました。先ほどもお伝えした通り、使わない機能も盛りだくさんだったこの PS2。中は本当にぎっしり詰まっているという感じです。ネジもたくさんついていて、取るのに苦戦中です。また、どうせ中身はいらないからいいやと思っていたので、多少力技を使っているところもございますが、ど素人が作業しているので大きな心で見てあげてください。PS2 上部が外れました。力技の障害でどこかが欠けましたが、気にしないことにします。ひっくり返して、コントローラーとメモリーカード差し込み口を外します。DVD プレイヤーを取り外します。まあとにかく色々と取り外したところでようやく CPU と GPU が見えてきました。PS5 では AMD 社製の CPU と GPU を使うみたいですが、この頃はしっかりソニーさんが作っていたんですね。EE と書かれているのがエモーションシンセサイザー CPU、GS と書いてあるのがグラフィックシンセサイザー GPU です。これにてほとんどの分解作業は終了。分解中驚いたのが、よくここまで動いていたなぁと感心するぐらい中がホコリだらけ、まあ汚いこと。ある程度外し終わったので銀行でもらったウェットティッシュで拭き拭きしています。箱だけになった PS2 はまあ軽くていいですね。なるべくこの形をキープしつつパソコン基板を入れていきたいと思います。PS2 のスイッチはそのまま使いたいし、DVD が出るところもなんとか再現できたらいいなというふうに思っています。
分解されたパーツがテーブルの上に散乱しています。これで PC のマザボを入れていくぞとは言っても、普通の PC のマザボが入るほどのスペースはありません。PC の下部内部は縦15センチ、横30センチ、高さは上部と合わせても 7.5 センチメートルぐらいです。そこで小さくても意外によく動くと有名なアスロックのデスクミニの基板を使って PS2 の中に入れていきたいと思います。超大手大人気自作 PC 系 YouTuber のワイダ製作所さんでもこのデスクミニを使ってキューブ型 PC を作ったり、最近ではスーパーファミコン型 PC を作っていました。ワイダさんのようにうまく作れる自信はないのですが、できることをやっていき完成させたいと思います。パーツの構成はこちらです。ベアボーンキットアスロックデスクミニ A300 CPU AMD Ryzen 5 3400G メモリ G スキルのこれ CPU ファンはいろいろと探したんですけど、高さに制限があるので、やっぱりワイダさんと同じくノクチュアのこれにしました。その他いろいろと買ったので次回動画でご報告します。次回ドスコイパラダイスご期待ください。